皆様こんにちは、NTT データの山下と申します。本日は NTT データのプレゼンテーションとしまして Adoption of Blockchain Technology in Enterprise 商用システムに向けて商用化に向けて NTT データがブロックチェーンに対してどのように活動を行っているのかについてご紹介いたします。まず最初に、NTT データの紹介させてください。私たち NTT データにつきましては、2016年から実際にこのブロックチェーンに関する活動を開始しています。NTT データとしましては、今拠点としては50カ国を超える国、そして、13万人を超える、社員、メンバーとともに、社員として IT サービスプロバイダー、そしてシステムインテグレーションを主体としてビジネスを行っております。NTT データの中ではこのブロックチェーン推進体制としまして、ブロックチェーン COE センターオブエクセレンスっていうのを立ち上げております。こちらは2017年に立ち上げまして、今は25カ国、そして500名を超えるメンバーとともに日々ブロックチェーンに関する取り組みを推進しております。ブロックチェーンもともと日本だけでなくそのアジア地域もそうですし、ヨーロッパ地域、アメリカ地域、さまざまな地域でユースケース、そして技術の発展というのがありました。でこれらをまとめていくということで、この推進体制を2017年に立ち上げ、日々活動を行っております。で私たちブロックチェーンに対しての取り組みとしては、エンドツーエンドのサービスというものを展開しております。こちらご覧いただきます通り、いわゆるコンサルテーションのフェーズから、そして実際にユースケース検討、そしてテスト、実際に商用システム構築と、トータルで私たち対応しているという状況です。また NTT データ、こちらブロックチェーンのテクノロジーについてですが、私たちはさまざまなブロックチェーン技術をフラットな評価観点で見ています。その中で、実際に有望そうなブロックチェーン技術というものをまずランク付けして、A ランク、B ランク、C ランクという形でランク付けをして、特に A ランクのものを中心に評価を進めていく。で B ランクのものについては日々アップデートを追っていくというふうな活動を行っています。現在のところ、私たち扱っているブロックチェーン技術としては、パーミッションレス型であれば、ビットコインやったりイーサリアム、そしてパーミッション型だったら、ハイパーレッジャーファブリック等を筆頭にブロックチェーン技術扱っております。はい、そして私たち NTT データとしてさまざまな活動を行っております。で特にグローバルの活動も行っている中で、私たちもいわゆる商用的なプロジェクトというのを立ち上げております。特にポイントとしまして、こちら3点挙げさせていただいております。まずは、ビジネス業務改善等を中心としたテーマです。1つ目、トレードワルツ。こちらは、貿易プラットフォームということで、2016年実証実験等を開始して、こちらコンソーシアムを立ち上げて、今年度やっと商用化というところまでこぎつけました。そして、2点目のスプンタプロジェクト。こちらにつきましても、イタリア銀行協会 ABI ラボとともに実際にイタリア銀行内、さまざまな銀行あるんですが、そこの銀行間の総合業務、こちらブロックチェーン適用していくことで業務改善を図れないかということで、参画いたしまして、本年度商用サービスを立ち上げました。そして最後、こちらヨーロッパ地域のトレーサビリティとなっております。製品のトレーサビリティとなっております。でこのプロジェクトですが、よくあるエンタープライズのブロックチェーンとはちょっと一線を違いまして、パブリックネットワークを利用したシステムということで、こちらも商用サービスに向けて検討を今行っているという状況です。また新しい活動というところも行っております。特にヨーロッパ地域を中心に活動を行っておりまして、スペインではアラストリアと呼ばれるコンソーシアムを立ち上げて、ラテンアメリカを中心にはラックチェーンっていうコンソーシアムの中で日々ブロックチェーンをどう社会に実装していくのかというところの検討を行っています。そして最後、こちらもチャレンジが取り組みになりますが、いわゆるフードロス、捨てられる食材に対してその食材を有効活用できないかということで、食品の寄付、そしてそれの寄付に伴う、税制面の優遇、この辺りの課題っていうところをブロックチェーンを使って、解決できないかという活動を行っております。ということで、ブロックチェーンに関する活動はいわゆるエンタープライズ領域もそうですし、そして新たなビジネスモデルの構築、さまざまなテーマに対して現在活動を行っているという状況になります。それでは NTT データ、
こちらさまざまなプロジェクトで商用化したものもあるんですが、そういう商用化に向けて私たちがどのように取り組んでいるのかについてご紹介いたします。ブロックチェーン技術が結構当たり前になってきて2016年から5年程度経ちました。で、これまで大きな課題としてはブロックチェーン技術そのもの、そちらについて、課題をどう答えていく解決していくのかという動きが多かったです。例えばアクセスコントロール、ブロックチェーンの特性である分散台帳 P2P ネットワーク、そしてさまざまな人が同じデータを見るということで、ネットワークに参加する人が特定のメンバーだけ情報にアクセスすることができるようにできないかということで、こちら技術開発と行ってきました。また2点目、大量データの保存です。皆さんもご存知の通り、ブロックチェーン分散台帳とは言いますが、大量のデータを保存するには非常に効率が悪いという状況があります。ですので実業務において、じゃあブロックチェーンとその大量のデータどう付き合っていくのか、こちらに関しても技術開発と行ってきました。そして最後はデータ所有者の観点です。分散台帳に情報を登録する、そしてブロックチェーンで流通させるとともに、文章のオーナーというものを実際に変えていくようなシーンがありました。でこれもブロックチェーン単体で解決するのか、ブロックチェーンと周辺の仕組みをどう組み合わせていくのかということで技術開発と行ってきました。これらの活動につきましては、私たち NTT データもそうですが、NTT 研究所 NTT ラボトリ研究機関とも連携して、実際に活動を行っております。でその中で実際に、作り上げてきたプロダクトとして、ブロックトレス DMP、データ管理の仕組みというのがあります。こちら、ブロックチェーンは実際にメタデータの書き込みだけを行う。そしてデータの実際の実データの保存につきましては、分散ファイルストレージ、こちらを活用しております。この仕組みをブロックチェーンネットワーク参加者間で流通させることで、システム全体として大量のデータを扱うことができるようになったり、また実際に特定のユーザーだけで情報を流通させるような仕組みというところも実装しております。この仕組みにつきましては、いくつかの商用プロジェクトに向けて導入を進めているという状況です。また商用化に向けて課題としてシステムのライフサイクルという観点でも検討を進めております。一回システムとして起動したら、その後数年単位でそちらを運用していくことになります。ですのでこちらの運用を見据えた課題、そちらについても技術開発と行っています。例えば可用性、ある特定のノードが故障した場合でもちゃんとサービスを継続させるために何をしていけばいいのか。また遠距離間でのネットワーク、特にブロックチェーンにおいては複数のクラウドサービスもそうですし、日本とかさまざまな国をつないでブロックチェーンネットワークを構成することもあります。ですので、こちらの多拠点間、どのようにネットワークを組むことで特に遅延を踏まえた上でシステムを維持できるか、作り上げることができるかというところについて技術開発を行っております。そして3点目、運用監視です。ブロックチェーン特性としてさまざまな企業、組織が関わってくることもありまして、その企業間でどのように運用していけばいいのか、そしてどのように監視していけばいいのか、こちらにつきましても技術開発を行っているところです。共通的なルールを作るとともに、さまざまな企業独自のルールとどうすり合わせていくのか、このあたりを検討のテーマとしております。そして最後、実行環境の制約排除です。こちらはある特定の企業においては自社のクラウドサービスを使いたい、他の企業に対してはパブリッククラウドのサービスを使いたい、また違うお客様、違う人たちに対しては、実際オンプレでブロックチェーン環境を構築したい、さまざまな要望があります。でこれらの要望に対して分け隔てなく、実際につながっていく仕組みをどういう作っていくのか、こちらにつきましても技術開発を行っているというところです。そして今後ブロックチェーンの課題というところにつきましては、ブロックチェーンそのものの課題もそうですが、それ以上にまた異なるレイヤーでの課題というところについても答えていかなければならないと考えております。ここでは4点挙げさせていただいております。1点目としては法律やルールです。ブロックチェーン的なものを使って文章を流通させるとか、実際ビジネスを推進する、実はこれが法律とかルール明確に決まっていないものも多々あります。そして
特に国をまたがってネットワークを組む場合、そのそれぞれの国に対応したルール、国際的な枠組み等も作っていかなければなりません。私たち NTT データとしましては、このようないわゆる国際的なルール作り、そして標準化についても活動を行っていっております。そして2点目、プロトコルと書かせていただいております。特にブロックチェーンにおいてはさまざまな企業組織が、同じような業務、そして同じようなデータを流通させていくことになります。ですのでこの扱うデータの形であったり、そのフォワットやり取り、それらにつきましては業界団体やコンソーシアム等で決められた形式というのを作っていくことになると考えております。そして3点目、ビジネスアプリケーションです。こちらは従来利用されているビジネスアプリケーション、そしてブロックチェーンとどうつないでいくのか。実際の業務を行っている人からすれば、ブロックチェーンだからといって、そこの仕組みが新しく変わってしまうと業務への導入が難しくなります。ですので既存のアプリケーションとつなぎ合わせていくところ、こちらにつきましても研究開発を行っていくという形になります。そして最後4点目、現場フィールドへの適用です。特にブロックチェーンだから新しく業務フローが変わるとかになると、やはり導入というのは非常に難しくなります。ですので、既存の業務フローとどうすり合わせていく、歩み寄っていくか、こちらにつきましても実際に現場フィールドに立って評価を行っていく必要があると考えております。でこれらの活動にも以外にもさまざまな課題まだまだあるんですが、まずは一つ一つ解決していく。そして私たち NTT データだけでなくさまざまな企業の方々と一緒にルールを作っていく。そうすることでブロックチェーンをより発展していくのではないかと考えております。はい、ここまでで、NTT データの活動内容、そして私たちが考えるブロックチェーンの課題についてお伝えさせていただきました。最後にまとめとなります。ブロックチェーンという技術が出てきて、ある人は価値のインターネットと表現をしますが、これまでの枠組みとは違い、価値というものをさまざまな企業、組織と流通させていくプラットフォームと考えております。ですので従来のビジネスの在り方からやっぱり変わっていくというところを私たちは注目しております。そしてこのビジネスネットワークに参加する人たちというところについても徐々に変わってくるものと考えております。私たち NTT データにつきましては、このブロックチェーンに対していわゆるビジネスの在り方、ビジネスのエコシステム、こちらについても変えていく、改めて組み直していく、そういうところにトライしていきたいと考えております。以上で NTT データの発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。